インスタ360が手掛ける360度ドローンアンチグラビティ A1 で撮ってきた映像がこちらです。今までにない新しいタイプのドローンでタイでたくさん飛ばしてきたので、今回はそんな A1 をレビューしていきたいと思います。これがですね、世界初の360度ドローンのアンチグラビティですね。これがドローン本体で、このね、前についているのは障害物センサーで、これはカメラのレンズではなくて、カメラのレンズはこの上との下に1個ずつついております。で、着陸する時のちっちゃいミニ足みたいなのがついてます。で、これね、すごい本体軽くて 249g しかなくってですね、めっちゃ軽いんですね。プロペラも結構小型のものがついておりまして、でバッテリー、こんな感じにバッテリーはなっていまして、かなり小型のものが搭載されていて、でここをタップすると残りのバッテリー残量が一目で分かるようになっております。でね、バッテリー1個でだいたい24分飛ばせることができます。そしてこっちがバッテリーのチャージングハブですね。でこれ今2個入ってるんですけど、後ろ側ここを押すとカポって出てきて、でここに挿すことができます。で一度に3台まで充電することができて、でこのチャージングハブにね、すごい素晴らしい機能ついてて、ここのね、電源ボタンを長押しすると、2回押して長押しですね。これね、ちょっと見えてるかわかんないんですけど、今 62%、58%、99% ってなってて、それぞれのバッテリー残量が。で、容量が低いバッテリーから高いバッテリーに電力を移動してくれるっていう機能がこれついてまして、これね、素晴らしいと思いました。ドローンのバッテリーって 0% まで使い切るってことはほぼないじゃないですか。使い切るイコールどっかに墜落してるっていうことだと思うんで、ないんですよ。だいたい 10% とか、使って 10% までとかで、撮影慣れてくるとなんかもう 50% とか 60% とか残ってても、もう取れ高いいから着陸させようっていうことになることも結構あるんですけど、でもこの機能があると、なんか今までだったら例えばバッテリー3本あって長距離長時間飛ばすのが3回に限られてたのが、残りの2本からこっちに移動してもう1回1本だけマンバッテリーにするとか、なんかそういうことができるんで、なんかこの機能はね、なんか個人的にはすごいいいなと思いました。なんかたまにドローンのバッテリーに USB-C とか USB のコードピョロって出て携帯充電できますよとかいう機能があったりはしますけど、個人的にはこっちの機能の方が嬉しいかなと思います。でちなみにバッテリーはこの24分飛ばせる標準のバッテリーと、あと39分間飛ばせる大容量のバッテリーの2種類のオプションがあります。でもね、飛ばしてみた感じ結構持つなっていう感覚はありました。意外と持ちます、バッテリー。なので大容量バッテリーはね、ぶっちゃけなくてもいいかなって思ってます。そしてこれがドローン飛ばす時に使うゴーグルですね。FPV のゴーグルとほぼ機能的には一緒なのかな。こんな感じでアンテナがついてまして、でヘッドバンドついてて、でここね、2つとも液晶になってて、操作中はいろんな表示がされるようになってて、でここにね、実は外側に広角カメラついてて、ゴーグルしたままでも自分の周囲の状況を中のモニターで見ることができるようになっています。で今までね、こういうので超広角っていうのはあんまりなかったんですけど、このカメラは超広角レンズが外についています。で中にのカバー外して、そうするとこのレンズの向こう側にモニターがあるっていう感じですね。ここで目の間の距離とか、あとは焦点とかいろいろ調整して使うという感じですね。でこの下に電源のコードを挿す場所があるので、これを挿して、これがゴーグルのバッテリーですね。でこれはね、抜けないようになっていまして USB-C なんですけど、はめると
カチッといって抜けなくなります。そして親切なことにこれ首からぶら下げて落下しないように使えるようにネックストラップも付属しております。それでこのゴーグルがね、見た目が完全に FPV のドローンっぽいので難しそうだな、飛ばすの難しそうだなって思う人結構いると思うんですけど、これはね飛ばすの超簡単です。僕 FPV のドローンのアクロバット飛行、フルマニュアルっていうのかなっていうのでも飛ばすことはできるんですけど、こういうコントローラー持って、それに比べると、あっちはね習得するのに何ヶ月かかかるんですけど、これはね初日から飛ばせます。普通のドローンが飛ばせれば間違いなく飛ばせますね。普通のドローンよりもちょっと簡単っていうのも、基本ねこのドローンは前進あるのみなんですよ。基本的には多分ですけどバックはできない。あと右とか左とか横移動もできないんじゃないのかな。基本前進あるのみっていうのも、カメラが360度なので前進して撮るじゃないですか。そうすると、普通のドローンは操作してる画面、前方ですよね。前方の映像が手元に記録されるんですけど、これは360度カメラなので全方向を収録してくれてる。なので前進してるけど飛ばした後で編集で後ろの映像、後方の景色を切り取ったりとか、真上使うことはもうないと思いますけど、真上真下、右左とか、どこでも好きなところを編集で切り取るっていう形なんで、基本前進あるのみなんですよ。だからねすごい操作簡単で、これがね実際にドローン飛ばしてる時にゴーグルで自分が見ている映像なんですけど、でねこれ距離ディスタンスのところ今見てもらえば分かるんですけど、1キロくらい飛ばしてて、ね、自分とドローンの間に障害物がなければ結構ね電波はいい感じでした。1キロも余裕で飛ばせます。でドローン飛ばしている時も上下左右自由にいろんなところを見ることができます。おー、360度。すごいね、真下も見れるし真上も見れる。今のこの映像はドローンの前方の映像を編集で書き出したものです。で全く同じ時間のドローンの後方の映像で、これがドローンの左側の映像を書き出したもので、これはドローンの右側ですね。で最後にドローンの下側と。でこれは実際にその時にゴーグルで僕が見ていた映像ですね。なのでこういう感じで360度好きなところから編集で書き出しができるということになっております。それでこれがグリップコントローラーですね。ドローンを飛ばすのに必要なコントローラーです。でこれはねここ電源ボタンになってまして、2回押して長押しすると電源入ります。でここがアクセルっていうのかな、スロットル、ここがスピード調整で、ここを押すと前に進みます。でここが上昇と下降なんですけど、止まってる時ね、止まってる時はここで上昇と下降ができるんですけど、進んでる時はこれ効かなくって、進んでる時はこれを上に上げたり下に向けたりして高度を調整します。でそうか、離陸をする時はねここを2回上にやってプロペラが回転するんで、プロペラ回転したらもう1回上昇すると離陸します。でここはシャッターボタンと動画の録画ボタンで、何か目の前の障害物にぶつかりそうとなった時はここを押せば赤いボタン、ここを押せば緊急停止で、リターントゥホームもこのボタンですね。もうドローンどこにあるのか分かんなくなっちゃった時はここを押せば自分のところに帰ってきます。でここはメニューボタンを開くところで、こっちはなんかディープトラックとかトラッキングのメニュー使ったりとか細かい設定をするときに使ったりします。で
こに切り替えボタンあるんですけど、シネマモードとノーマルモードとスポーツモード、スピードが変わります。基本いつも僕はノーマルで撮っております。風強い時はねスポーツモードにしたりとかするんですけど、逆風の時とかはね、基本はノーマルモードで撮っています。あとこのグリグリで陽をですね、こう機体を右に向けたい時はこうやって、左に向けたい時はこうやってやったりします。ゴーグルの電源をオンにすると、この外側のモニター、この2つがモニターになってるんですけど、ここも液晶で映像が表示されるようになってます。それでドローン本体の電源も入れて接続すると、今度はドローンというかこのゴーグルの内側のモニターで見てる映像がここに表示されるようになります。今こっちの映像が出てるんですけど、こんな感じですね。今ドローン本体のバッテリーのアップデート中なんですけど、アップデートしてる時とかはここにアップデート中ですって表示されたりします。あとこの外についてる広角レンズですね、ここの横にボタンがついてるんですけど、ここを2回押すと、そうするとこんな感じで、白黒ではあるんですけど、ゴーグルを外さなくても周りの状況が見えると、そんな感じになっております。でこれ結構便利だと思います。飛ばします。でこれ今部屋の中で飛ばしてるんですけど、こうやって見るとドローンは止まってるけど、顔を動かすと全部見ることができる。そんな感じになっております。ということでアンチグラビティ A1 の紹介したんですけど、どうどうでした？多分ね、今までの普通のドローンともちょっと違うし、FPV ともちょっと違うし、なんか新しいジャンルのドローンが登場したっていう感じですかね、個人的な印象としては。で、多分ね、もっと飛ばし方と、あと編集の仕方をクリエイティブにやったら、もうちょっとね、いい映像を作れるんじゃないかなと思ってます。で、僕もまだこれ触り始めたばっかりなんで、まだね、分かってない部分もいっぱいあると思うんですけど、なんかもっといろいろできそうだなと思いました。気になった方は概要欄にリンク貼っておきますんで、チェックしてみてください。では。